皆さんこんにちは、わたたびです。今回は雪が舞う中で露天風呂を楽しみたくて長野県の山あいにある温泉地を目指します。果たしてどんな温泉が待ってるのか、冬の長野への期待が高まります。場所は長野県の北東部に位置する高山村。松川渓谷沿いに旅館が点在する小さな温泉地、山田温泉に宿泊します。しかしライブカメラで確認すると温泉街に雪は全くありません。こちらの道の駅で4時間ほど仮眠させていただいたんですけど、目が覚めると雪景色になってました。寝る前は全く雪がなかったんですけど、こんな景色になってて本当にびっくりしました。車も今こんな感じで、雪だるまになってます。一応ね、雪が降るかもしれないんで、この雪かくやつ買っといたんでよかったです。たった4時間でこんなに積もるんですね。すごいびっくりしました。さすが雪国です。3日4日この辺りにいてるんですけど、昨日も1日ね、もう大雨だったんですよ。なんでもう雪は見れないのかなと思ったんですけど、こんなに降るとは思いませんでした。指がちぎれそうなぐらい痛いんで手袋しました。雪をかいてもかいてもすぐに雪が積もってきます。ある程度雪かいたんですけど、後ろかいてる間に前がまた積もってきました。もう仕方ないですね。とりあえずね、出発したいと思います。今日はですね、断崖絶壁にある神社とか行きたかったんですけど、大雪警報も出てて危ないのでやめておきます。体も冷え切ったんで、近くの渋温泉で体を温めてから今日宿泊する温泉街に向かいたいと思います。雪道に慣れてないんで、もうゆっくり向かいます。うわー、すごい。昨日と大違いやね、景色が。ほんまに昨日はね、7度8度ぐらいあって、ほんと一日雨だったんですよ。それがもう今マイナス1度で、これからねどんどん気温が下がるみたいです。この信号右ですね。うわー、すっごい。これ止めたとしても抜け出せれるかな。バックモニターにつららができてたはい、渋温泉の駐車場に到着しました。雪だから撮影できるかなと思ったんですけど、機材が壊れるかもしれません。はい、とりあえずね、温泉街の方に向かいます。すごい大雪です。もう傘が意味ないですね。
雪はすごいんですけど、やっぱり雪の情緒がありますね。自分は雪のない地域で生まれ育ったんで、この景色が新鮮です。あの川沿いはね、もう吹雪で歩くのが大変でした。はい、温泉街の方までねやってきました。今この時間、宿泊客は多分美味しい朝ごはんを食べてるんだと思います。せっかくね温泉街に来たんで、街並みを散策してから温泉に入りたいと思います。こちらがね、千と千尋の神隠しのモデルとも言われている有名な旅館ですね。どんどん雪が強くなってきました。車に積もってる雪はね、50センチぐらいありそうです。いや、もうどんどん雪が降ってきて、すごいことになってきました。こちらに足湯があって、屋根がね、ちょうどあったんで、ここで休ませてもらってます。これも積雪何センチなんでしょうか。おお、ここだけでももう30センチぐらい積もってます。ここでね、温泉に入ろうと思ったんですけど、びっくりした。雪が落ちてきました。温泉に入ろうと思ったんですけど、ひどくなる前に、今日泊まる温泉街の方に向かっておきます。この辺りは風情がありますね。いや、こんなに雪が降るとは思ってませんでした。さっきお店の方とお話ししたんですけど、普段はね、こんなに雪が降らないとおっしゃってました。で、なぜかね、雪男と言われました。うわ、今、温泉街から大通りに出てきたんですけど、すごいことになってました。いや、めちゃくちゃ吹雪いてきました。急げ急げ。1時間温泉街を散策してただけなんですけど、このミラーの上、こんだけ積もってます。20センチ以上積もってます。どれが自分の車かわからないぐらいハイエースがハイルーフになってました。たった1時間でタイヤの半分以上積もってます。
2回も雪かくとは思ってませんでした。うわ、すっご。1時間でこんな積もる？ハイエースがリーゼントになってます。雪を下ろすの気持ちいいんですけど、こんな頻繁に積もったらちょっと嫌になってきますね。はい、それではね、温泉地の方に向かいます。ただこれ脱出できるんでしょうか。あー、無理や、出れない。うわ、どうしよう。マジでそう。あ、ダメだ、出れないわ。ちょっと待って、出れない。ちょっとね、うわ、ちょっと目の前の雪かいてきます。はい、ちょっとだけね、タイヤの周りの雪をかいてきたんですけど、進むでしょうか。うわあー、なんとかいけました。さっきね、温泉に入ろうと思ってタオルを持ち歩いてたんですけど、タオルもね、カチコチに凍ってました。おお、除雪車が登場してます。信号機はね、縦なんですけど、吹雪なんで、この黄色信号と赤信号がもう雪に積もって見えない状態です。だんだんと状況が悪くなってきました。最悪の場合、宿にたどり着けないかもしれません。今除雪車とすれ違ったんで、おそらく除雪してくれてると思います。はい、温泉地がある高山村に入りました。ここからどんどん登っていってます。ただいま除雪中ですね。はい、信州高山温泉郷に入りました。本格的に山の中に入りました。あとここからですね、温泉地までは 8.7 キロ、15分で到着するみたいです。うわ、すごっ、景色。登らない、滑って滑って。はい、この先にですね、滝とか温泉があるんですけど、ご覧の通りね、目の前の車も雪にはまって抜けれない状態になってます。自分の車もタイヤがスタックするんで、これ以上先には進めません。進めなくなった場所がたまたまね、泊まる旅館の目の前だったんで、今日はね、もうこちらの駐車場に停めて、この温泉街を散策したいと思います。温泉街の入り口の方まで歩いてきました。で、こちらは信州高山温泉郷の山田温泉です。この山深い森と松川渓谷の美しい景観に囲まれた小さな温泉街です。温泉が発見されたのは約800年前で、現在の地で温泉として整備されたのは約200年前になります。与謝野晶子や森鴎外、
小林一茶など多くの文人が訪れています。で、こちらの温泉街では地元の老舗旅館が複数あって、それぞれが歴史や自然の景観を生かした温泉体験を提供しています。自然の渓谷を望む露天風呂や旅館ごとの源泉かけ流し風呂も魅力の一つです。この温泉街の端っこからですね、散策してみたいと思います。で、今日泊まる宿はこの温泉街の一番端っこにある旅館になります。とにかくね、めちゃくちゃ寒いです。こちらもね、昨日まで雪はね、うっすらとしかなかったみたいなんですけど、今日の朝にね、どさっと積もったみたいです。こちら、松の湯荘という宿泊施設ですね。信州の秘境、信州高山温泉郷。普段がね、どんな街並みか全然わかんないんですけど、今はね、こんな感じの白銀世界となってます。旅館の人はね、雪かきに追われてますね。こんな感じでね、旅館がたくさん立ち並んでます。歓楽街はなさそうですね。あっという間に温泉街の中心地までやってきました。こちらはね、共同浴場ですね。こちらは滝の湯共同浴場なんですけど、山田温泉の宿泊者専用になるんで、日帰り入浴客は利用することができません。宿泊している旅館で鍵を受け取って入浴できる温泉だそうです。めちゃくちゃ熱い温泉なんですけど、水を足すのは禁止なんで、熱い温泉が苦手な方は入れないと思います。お土産屋さんがありますね。で、こちらがですね、大湯という温泉街のシンボル的な共同浴場です。桃山風の建築で趣があります。露天風呂はないんですけど、内湯は熱い湯とぬるい湯の2つがあって、好みに合わせて楽しめます。入浴料はなんと400円です。備え付けのボディーソープやシャンプーはありません。営業時間は朝6時から夜9時まで営業してるんで利用しやすいです。大湯の前にはですね、足湯があるんですけど、雪が積もってしまって入ることができません。こちらがね、山田温泉周辺の観光案内図になります。で、今現在いるのがね、共同浴場の大湯という場所で、ちょうど温泉街の中心地になります。周辺にはですね、高いダムとかね、高い橋とか、有名な、観光スポットというか、絶景スポットがあります。紅葉もね、すごく綺麗みたいですね。この温泉街のね、まだ先にいくつか温泉があるんですけど、残念ながら今日は行けません。明日の朝、この道がね、通れそうだったら行ってみたいと思います。こんな感じでですね、宿泊施設とか飲食店や商店があります。大湯の前にはですね、スーパーワインセンターっていうのがあります。観光案内所ですね。こちらの観光案内所の前に今日泊まる旅館、心を整える宿、風景館があります。早速チェックインしたいと思います。こちらが今日泊まる風景館なんですけど、こちらにね、この温泉街の駐車場があります。入り口入ってこちら右手がフロントになります。で、正面はこんな感じのロビーになってます。で、目の前には雪景色が広がってます。
ロビーの、こちら左側なんですけど、こちらフリードリンクコーナーになってます。こちらにある飲み物は無料でいただくことができます。こちらフロントの前にはですね、浴衣が置いてあるんですけど、客室には浴衣は M サイズしか置いてませんので、M サイズ以外の浴衣を利用する場合はこちらから持っていきます。部屋には歯ブラシしかないので、それ以外のアメニティはここから持っていきます。今回宿泊するお部屋が3階なんですけど、こちらフロントのすぐ右手にあるエレベーターで上がっていきます。今回宿泊するお部屋がこちら306号室になります。ではね、早速見てみたいと思います。はい、玄関はこんな感じですね。入ってすぐ左手に洗面所があります。で、こちら正面の扉はお風呂ですね。シャワーと、浴槽があります。はい。で、その反対側の扉がトイレですね。こんな感じの、トイレとなってます。洗面所にはですね、こちら歯ブラシとかシャンプー、ボディーソープで、コンディショナーが置いてあります。あとはコップとか、ハンドソープですね。こちらの扉がお部屋になります。広いですね。こんな感じの、10畳の間になってます。はい。こんな感じですね。てっきり狭いお部屋かなと思ったんですけど、めちゃくちゃ広かったです。お部屋の横はですね、披露宴になってるんですけど、もう目の前は絶景です。うわ、すげえ。目の前の景色はこんな感じです。いやー、めちゃくちゃ綺麗ですね。前に見えてる建物も同じ旅館なんでしょうかね。下に連絡通路みたいなのがあるんですけど、同じ旅館かもしれないです。雪で分かりにくいんですけど、この谷底にはね、川が流れてます。うわ、サップ。こちらには床子があります。で、こちらがクローゼットなんですけど、浴衣ですね。旅とか用意してくれています。で、こちらには冷蔵庫があります。何も入ってないです。はい。で、こちらにお菓子が置いてあるんですけど、林道の里、ライチョウみたいなやつでしたかね。はい。と、こちら、カムカムこんにゃく。よく噛んで食べよう。ホタテ味。どういうことや。すごく気になりますね。これちょっと食べてみます。こんにゃくなのにホタテ味。噛むと美味しさが広がる国産こんにゃく塩。いただいてみます。ね。なんでしょう。ホタテの紐ではないんですけど、見た目はね、なんか塩クラゲみたいな感じですね。匂いはね、本当にホタテの紐みたいな匂いですね。食感も味も、ホタテの紐ですね。宿でこんなん出たの初めてですね。こちらが館内の案内図になります。旅館自体はですね、かなり大きいんですけど、すごくシンプルな作りとなってます。地下1階から3階まであります。フロントはですね、1階になります。玄関入ってすぐロビーがあって、で、右手にフロントがあります。左手には売店があって、こちらにフリードリンクコーナーがあります。こちらのドリンクすべてね、無料でいただくことができます。で、その先はですね、客室になってるんですけど、この突き当たりにですね、
貸し切りの露天風呂があります。角と丸の2種類の貸し切り露天風呂があります。角という露天風呂の方は定員4名の露天風呂で、丸よりもね、もう少し高い位置に温泉があるんで、こっちの角というね、露天風呂の方が景色は綺麗みたいです。で、下の丸はですね、定員2名の丸い露天風呂になります。で、こちらの角を予約しましたんで、後で見に行ってみたいと思います。で、2階3階は全て客室になります。で、地下1階がですね、食事会場があって、男女別の大浴場があります。こちらの旅館のホームページになるんですけど、大浴場はこんな感じみたいですね。浴槽の前は自然が広がっているみたいです。こちらがね、女湯の大浴場なんですけど、こちらの方が景色が良さそうですね。こちらの温泉は源泉 100% かけ流しとなっています。約 1.5 キロ上流に自噴する温泉を自然のまま手を加えることなく全ての浴槽で源泉かけ流ししています。泉質の方がナトリウム、カルシウム、塩化物泉なんですけど、硫黄もね、含んでいるみたいなんで、温泉の匂いは硫化水素の匂いがするそうです。まだ雪がかなり降ってるんで、雪見風呂が楽しめそうです。っていうような感じで、こちらの館内はシンプルな作りとなってます。貸し切り風呂を予約してるんですけど、そちらには洗い場がないんで、まずはね、大浴場に入りに行きたいと思います。大浴場は撮影できませんので、ちょっと自分だけ楽しんでいきたいと思います。びっくりした。はい。こちら、貸し切り風呂用の札をいただきました。こっちか。こちらですね。天空の小鳥風呂、こちらです。ここからスリッパを履くんですかね。スリッパを履いて、すごい。すっごい雪。サップ。めちゃくちゃ綺麗です。こんな感じの景色ですね。で、2種類あって、こちらがね、角という貸し切り風呂で、この下に降りるとね、丸っていう貸し切り露天風呂があります。それではね、早速入りたいと思います。で、こちらに、入浴中の札をかけて、雪で凍ってる。すっご。はい、こちらの貸し切り風呂はこんな感じですね。めちゃくちゃすごいです。手が震えてます。寒すぎて。はい、こんな大絶景の中、露天風呂に浸かることができます。めちゃくちゃ絶景です。最高の景色なんですけど、むちゃくちゃ寒いんで、とりあえず入ります。めちゃくちゃ気持ちいいです。源泉は熱いです。硫化水素のいい香りがしてます。で、こちらは源泉かけ流しなんですけど、熱いんで、源泉が熱いんで、こちらで加水してあります。どうですか？寒圧。そうやな。めちゃくちゃ寒いけど、感情が難しい。出てる部分がすっごい寒いけど、いや、これは最高やね。ね、また吹雪いてきました。雪がね、入ってくるんで、めちゃくちゃ冷たいです。
この寒い中入る露天風呂は最高ですね。目の前はね、こんな景色が広がってるんで本当に最高です。寒すぎて出るタイミングが分かりませんなんかこちらに星空スイッチっていうのがあって押してみたんですけど何もならなかったんで、夜に来るとこの答えが分かるかもしれません。自動で加水してるみたいなんで、今水が止まりました。だからある一定の温度になると水が止まるようになってます。こちらの星空スイッチを押すとこちらの電気がつきました。そういうことなんですね。10分ぐらい使ってたらね、めちゃくちゃ体が温まりました。ちゃんと温まってるんですね。今雪やんだね。うわ、雪柔らか、ふかふか。また加水が始まりました。めちゃくちゃ最高でした。気づいたらね、もう時間ギリギリなんでちょっと急いで鍵返しに行きます。ここやね。はい、夕食はねこんな感じです。まずこちら前菜ですね。よいしょ。鮮やかな料理です。いただきます。ザクロス。お酢。あ、美味しい。飲みやすい。ジンジャーエール来ました。刺身こんにゃくです。青のりの味がしてめっちゃ美味しい。ワカサギのレモン煮、ほんのりレモンやね。干し柿ロール、ちょっとね説明なかったんでちょっとよくわかんないんですけど、あんバターみたいな感じのこちらがねロビン蒸しです。いただきます。何が入ってるの？めっちゃいろいろ入ってる。熱っ。ロビン蒸しの中なんですけど具沢山ですね。鶏肉とか、あと湯葉ですかね。銀杏っぽいのとかね、いろいろ入ってます。取るん忘れてたんですけど、飛び蒸しの中身がめちゃくちゃうまかったです。お作りが来ました。これ大根ですね。信州サーモンとイワナのお作り。イワナ。美味しいやん。美味しい。みんな大好き、信州サーモン。美味しい。こちら、焼き物が来ました。ニジマスの味噌焼きですね。うまい。めっちゃ美味しかった。めっちゃうまい。今のところこれ、ナンバーワン。こちら、信州牛で、手前がサーロインで、奥がね、ミスジになります。食べ方なんですけど、こちらのね、お塩をつけて食べるみたいなんですけど、こちら、ブルーベリー塩っていうね、お塩です。こんなん初めてですね。それはサーロイン？こっち。いい音鳴ってる。よし。ブルーベリー塩で食べてみます。匂いはないですね。いただきます。うまっ。ブルーベリーの味は分からへんね、あんまり。ブルーベリーの味は分からん。ただうまい。でこちらお鍋なんですけど、何鍋とかは書いてないですね。内容は豚ロース、こんにゃく、だまこ、
ごぼう、たもぎだけ、人参、セリ。へえ、黄色いキノコがたもぎだけっていうんですかね。で、この野菜の下に豚が隠れてます。美味しそう。何鍋かわかんないけど、本当に美味しいです。美味しい。こちら最後ですね。ご飯と、漬物と、で、こちら、なめたけの入ったとろろ。こちらが、こちらは何でしょうか。缶とリンゴのミルフィーユに、金柑が添えてあります。リンゴと鴨でこうね、挟んである。なんか燻製っぽい味ですね。この焼きリンゴとよく合います。金柑って合うねんな、料理に。いけー。さらっといけるね。さらっといけるわ。なめたけのなんか瓶詰め、スーパーで売ってるやん。あれととろろを混ぜたみたいな感じ。はい、こちらデザートです。杏仁豆腐と季節のフルーツです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。量の方はですね、ちょっと食べ過ぎたかなっていうぐらいの量で大満足です。美味しいご飯も食べて温泉も入ったんで、今日は寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。貸し切り風呂の時間になりましたんで、お風呂の方に向かいます。はい、寒い。いや、外まだ真っ暗かもしれません。寒い。寒っ。で、今日はね、こちらの下の、丸っていう露天風呂に入ります。寒い。ちょっと待って、むきち、鍵が凍って閉まらない。まあいいか。はい、こちらの露天風呂はですね、こんな感じですね。こっちもめちゃくちゃいいです。こっち側の、露天風呂は、こっちの景色も、眺めることができます。うわ、寒すぎる。寒え。気持ちいい。狭いかなと思ったんですけど、そんなにね、浴槽は狭くないです。朝から雪見風呂が楽しめるなんて本当に最高です。ちなみに現在の気温はマイナス8度です。めっちゃ寒いです。だいぶ日も昇ってきました。この時間に予約してよかったです。もうかなりね、日が昇ってきました。だいぶ明るいですね。で、もうタオルも髪の毛も凍ってきました。さすがマイナス8度はすごいですね。タオルが凍るのかちょっと試してみます。すごいです。タオルが凍りました。わかりますかね。タオルがね、一瞬で凍りました。
こちらね、涼むこともできるんですけど、もうカッチコチに凍ってるんで、罰ゲームみたいな状態になってます。入浴してきました。この寒い中入る温泉は本当に気持ちいいですね。で、この雪景色も眺めることができて、本当に贅沢な露天風呂です。外はマイナス8度なんで、ヒートショックとかにね、気をつけて入らないといけません。大浴場で体を温めてから来る方がいいと思います。こんな感じの露天風呂でした。朝食の時間まで部屋でゆっくりしたいと思います。あと足元も滑るんでね、気をつけないと転んじゃいます。はい、ちょっとね、高い橋っていうのを見たくてちょっと散歩してるんですけど、この辺りはむちゃくちゃ絶景ですね。はい、それではね、朝食の時間になったんで、食事会場の方に向かいます。カレーとかもあるやん。青山養鶏場の生卵。青山卵さんっていうところの卵なんですけど、これ結構ね、卵かけご飯で、もしよったら召し上がってみてください。美味しいご飯だったら卵入っていく。カレーもお願いしますかね。あ、お願いします。牛皮とこんにゃくのとかになりますのでね。ああ、はい。してください。オレンジジュースと牛乳。はい、朝食はこんな感じです。いただきます。これを頭で叩いたらいいかな。うん、そうやね。これは何？すごい。こんな感じで入ってんだよね。すごい、何これ。わからへん。お味噌汁やね。うん、お味噌汁。ニジマスの寒ぶりとキャラぶき。キャラブキ。で、手作り梅干し。で、自家製卵焼きに、信州産地鶏チャーシューと、金山寺醤油味噌。おかず多いな。そうやね。な、これだけかなと思ったけどさ、そう。ここにまだあるもんね。全部出そう。果物。朝からカレー。あ、辛い。辛いよね。辛い。おひつ2杯おかわりしたんですけど、ちょっと米がね、まだ足りなくてね、でも3杯目頼む勇気がなくて、恥ずかしくて。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃお腹いっぱいになりました。美味しかったです。いい天気になってきました。うわぁ、カンカン照りですね。動物おる？どこ？自分には何も見えないんですけど、妻にはウサギが見えたそうです。ウサギかわからん。ちっちゃいね。おるんかな？
ロビーに双眼鏡とかあったから動物が見れるんじゃない？そうやろ。うん。今ね、この50センチの距離に鳥が止まりました。残念ながら撮ることはできなかったんですけど、温泉にも入って朝食も食べてきました。こちらの気になる料金の方なんですけど、今回もですね、ちょっと年の瀬っていうことで参考になるかわかりませんが、この旅館で一番人気のプランで、信州プレミアム牛の当番焼きと春菜を楽しむっていうね、プランになるんですけど、こちらのプランで大人2名1泊2食付き44,100円でした。今日がね27日で年の瀬なんですけど、どの旅館も予約いっぱいで、44,000円で泊まれるんだったら安いのかなと思います。普通の平日ならもっと安いのかもしれません。気になった方はホームページとか、あと宿泊サイトで料金の方を確認してみてください。道路状況がちょっとまだわからないんですけど、もし滝の方も行きそうだったら今から見に行きたいと思います。それではね、チェックアウトしたいと思います。ガッチゴチに凍ってる。ナンバープレートも見えないし、ここつららだらけになってます。昨日の夜はそんなに雪が降らなかったみたいですね。カッチコチに凍ってますね。それでは出発する準備ができたんで向かいたいと思います。多分ね、行けそうな気がします。いける多分ちなみに滝まではここから6分で到着します。めっちゃいい天気。いい天気。なあ、雲一つない。ちょっとね、滝の駐車場が止めるとこがなかったんで、今多分1名行かれてるんですかね。1組行かれてると思うんで、先にね、温泉の方に入りに行きたいと思います。あ、これ温泉なの？もうやってないけど。これですね。なんて読むかわかんないですけど。七味温泉。いや、怖い。うわ、怖いな、これ。これ、ちょっと待って、上がってこれるんかな？帰り。すごいな。さっき止まってたよりももっと山奥やもんね。駐車場はあるんでしょうか？駐車場が雪で埋もれて止めることができなさそうです。あ、これか。これよ。休業中や。あ、休業中か。残念ながら休業中でした。すごくいいね、お風呂だったんですけど、300円ぐらいで入れて。それではね、滝の方に向かいます。この辺りなんですけど、ありました。こちらが駐車場ですね。はい、到着しました。こちらはですね、雷の滝っていうみたいですね。で、入り口の方が、ごめんなさい、立ち入り禁止になっていました。今ね、結構降りていかれる人いっぱいいたんで行けると思ったんですけど、いや、立ち入り禁止でしたね。残念です。こちらは夏に来た方が絶対綺麗なんで、夏の楽しみに置いときます。いやー、リサーチ不足でしたね。まさか温泉も入れなくて滝も行けないとは思ってませんでした。温泉街の方に戻ってきました。で、もうこの先ね、絶景スポットとか なさそうなんで、もうこの温泉街を後にしたいと思います。